なぜか惹かれる選択、なぜか避けた道。それらはすべて、ハイヤーセルフによる静かな導きだったのです。ふとした時に感じる違和感、うまくいかない流れや、予期せぬトラブル、そんな出来事に出会うと、つい、なぜこんなことが、と不安になりますよね。でも、実はそういうタイミングこそ、あなたのハイヤーセルフが、強くあなたを導こうとしている瞬間なのです。ハイヤーセルフとは、魂の本質、工事のあなた自身、あなたの人生の設計図を知っている、もう一人のあなたです。皆さんが日常に流されているとき、ハイヤーセルフは様々な形でサインを送ってきます。それは偶然の一致だったり、急な予定変更だったり、あるいは心のざわめきだったり、今、そっちじゃないよ。少し立ち止まって、内なる声を聞いてみて。そんな風に、優しく、けれど力強く、あなたの魂の軌道修正をしてくれているのです。この動画では、ハイヤーセルフが送ってくれる導きのサインを、具体的に、わかりやすく解説していきます。きっとあなたの人生にも、すでにそのサインは現れているはずです。そのことに気づくだけで、これからの流れは大きく変わり始めるでしょう。第1章、ハイヤーセルフとは何か。工事のあなたという存在。ハイヤーセルフとは、あなた自身の中に存在する、もう一人のあなた。それは、魂の視点から物事を見つめ、人生全体を俯瞰している、工事の自己のことです。今ここにいるあなたが、日々の感情や出来事に揺れ動く、地上の自分だとしたら、ハイヤーセルフは、雲の上からそのすべてを見守っている空の自分。あなたがどんな目的でこの人生を選び、どんな学びを経てどこへ向かおうとしているのか。ハイヤーセルフはその設計図をすべて知っています。そしてあなたが迷った時、決断に悩んだ時、そっと内側からささやきかけてくるのです。その声は直感として、あるいは夢の中でのビジョンや、なぜか心惹かれるものとして現れることもあります。ハイヤーセルフの声は決して強く主張してくることはありません。けれど、あなたが心を静かにし、自分の内側に耳を澄ませたとき、そこにはいつもあなたを愛し、導こうとするもう一人のあなたがいるのです。第2章、ハイヤーセルフの導きが現れる5つのサイン。ハイヤーセルフはあなたを最善の方向へと導こうとしています。けれどその声は言葉ではなくサインとして届けられることが多いのです。ここではハイヤーセルフの導きが現れる代表的な5つのサインをご紹介します。1つ目は直感が冴える瞬間。ふと浮かんだアイデアや選択肢に不思議と確信があるとき、それは導きのサインです。2つ目は繰り返し目にする言葉や数字。例えばエンジェルナンバーや何度も耳にするフレーズ。そこには気づきのメッセージが隠されています。3つ目は予想外の展開。計画通りにいかないことが起きたとき、それは新たなルートへの誘導かもしれません。4つ目は心が強く惹かれるもの。理由はわからないのに惹かれるものはハイヤーセルフからのナビゲーションであることが多いのです。そして5つ目は心が静かになる感覚。何かを選んだとき、心に穏やかさや安心感が広がるなら、それはあなたの本質と調和している証拠です。ハイヤーセルフはあなたの意志を尊重しながらも常に愛を持って導いています。そのサインに気づくことで、あなたの人生はよりスムーズに流れ始めるでしょう。第3章、人生の転機には必ず導きがある。人生にはこれまでの流れがガラリと変わる転機が何度か訪れます。それは環境が変わる時かもしれませんし、人間関係の変化、価値観のシフトなど様々な形をとります。こうした転機の背景にはハイヤーセルフの導きがあることが多いのです。魂の視点から見ると、
転機とは次のステージへ進むためのサイン。あなたが本来の流れに戻るために必要な出来事として現れているのです。例えば、安定していたはずの仕事を突然手放すことになった時、あるいは大切な人との別れや新たな出会い、その瞬間は戸惑いや不安を感じるかもしれませんが、後から振り返ると全てがつながっていたと気づくことがあります。導きとはいつも優しいものとは限りません。時にそれはもうこの道ではないという気づきとして痛みを伴って現れることもあります。でも安心してください。どんな転機もあなたの魂が成長するために用意されたもの。そしてそのタイミングには必ずハイヤーセルフの深い意図があるのです。目の前の変化に戸惑った時は少しだけ視点を高くしてみてください。その背後にある愛の導きにきっと気づくことができるでしょう。第4章、サインに気づけないとき、ハイヤーセルフはどうする？ハイヤーセルフは、あなたの自由意志を尊重しながら、常に導きを送り続けています。しかし、忙しさや不安にとらわれていると、そのサインに気づけないこともあります。では、そんなとき、ハイヤーセルフはどうするのでしょうか？答えは、とてもシンプルです。それでもなお別の形でサインを送り続けてくれるのです。例えば、あなたがある方向に進もうとしているけれど、それが魂の望む道とずれている場合、最初はなんとなくモヤモヤする、直感的に違和感があるといった小さなサインが送られます。それに気づかないと、次はうまくいかない、人間関係のすれ違いが起こるといった現実的な形でサインが現れることも。それでも進み続けると、時には体調不良やトラブルといった強めのブレーキがかかることさえあります。これはあなたを止めようとしているのではありません。むしろ本当に行きたい方向はこっちだよと何度も優しく教えてくれているのです。だからこそ大切なのは違和感や偶然を見過ごさないこと。ハイヤーセルフのサインは日常の中にさりげなく散りばめられているのです。目を閉じて心の声に耳を傾けてみてください。その静けさの中に確かに届いている愛のメッセージがあるはずです。第5章、ハイヤーセルフとのつながりを深めるには、ハイヤーセルフとつながることは特別な才能を持つ人だけに許されたものではありません。実は誰もがすでにハイヤーセルフとつながって生きています。ただ、そのつながりを意識的に深めていくことが人生をよりスムーズに進める鍵となるのです。では、どうすればそのつながりを深めていけるのでしょうか。まず大切なのは、今、ここに意識を戻すこと。ハイヤーセルフのメッセージは、未来や過去ではなく、今という瞬間に宿っています。日々の中で深呼吸をしたり、自然と触れ合ったりする時間を意識的にとること。それだけでも心のノイズが静まり、本来の感覚が戻ってきます。次に、問いかけることを恐れないでください。答えがすぐに返ってこなくても大丈夫。私は今、何を選べばいい？この出来事はどんな意味がある？そんな問いかけを心の中で投げかけることで、あなたの意識が工事の視点に開いていきます。そして何より、日常の中で起きる小さなシンクロを信じてみてください。ふとした言葉や出会い、偶然のような出来事に、ハイヤーセルフは確かにメッセージを込めています。あなたがその存在を信じるほどに、ハイヤーセルフとの絆は強くなっていくのです。最終章、あなたの中にいる本当の導き手。導きは、どこか遠くの空や工事の世界だけにあるものではありません。あなたが探し続けていた本当の導き手はいつだってあなたの内側にいたのです。それがハイヤーセルフ、高次元に存在するあなた自身の拡張された意識。それは過去も未来も全てを見渡し、あなたがこの地球でどんな体験をしたいのか、その
魂の青写真を知っている存在です。でもハイヤーセルフはあなたに命令をすることはありません。あくまでもあなたの自由意志を尊重し、そっとサインを送り続けます。時には選択のヒントとして、時には出会いや出来事の形を借りて、その導きを信じ、静かな内なる声に耳を傾けるとき、あなたの現実は優しく動き始めます。それは外の世界を操作しようとするのではなく、本来の自分に戻ることで自然と訪れる変化。あなたが自分の感覚を信じ、心のままに生きるほど、ハイヤーセルフとのつながりは深まり、やがて一つの意識として融合していきます。答えはいつもあなたの中にあります。そしてその声に気づいた瞬間から、あなたの人生は本当の意味で目覚めていくのです。私はレアリアです。今日もこうしてあなたと出会えたことに深く感謝しています。もし少しでも心に響くものがあったなら、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。そして何か感じたことや気づいたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。あなたの言葉が誰かの目覚めのサインになるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。